皆さんこんにちは。もうすぐゴールデンウィークですね。今回はゴールデンウィークに見たい10話以内のドラマをご紹介していきます。このチャンネルでは登録者数1000人を目指して頑張っています。気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価もお願いします。それでは行きましょう。最初の作品はNetflixで配信が始まった2023年の韓国ドラマ運の悪い日全10話です。高額を提示して長距離を乗せた客が連続殺人犯であることに気づき、恐怖の走行を始めるタクシードライバーの様子を描いた作品。同名のウェブトゥーンが原作。福夢で縁起がいい豚の夢を見た日、もっとまで行ってほしいという曲数。ユ・ヨンソクを乗せることになったタクシードライバーのテクイ・ソンミン。娘の授業料の足しにできるほどの高額を提示され、満面の笑みを浮かべて走りながらバックミラーでヒョクスの顔を見ていると彼が連続殺人犯であることに気づいてしまう。ある日100万ウォンでモッポまで行ってほしいと頼まれるタクシードライバーのテクオの俳優イ・ソンミン。テクにモッポまで行ってほしいと頼む連続殺人犯のクム・ヒョクスを俳優ユ・ヨンソク。息子を殺した犯人ヒョクスを追うファン・スンギュを女優イ・ジョンミンが演じる。主要人物を演じる芸達者な3人がどのように絡み合い、どんな結末を迎えるのか。息を飲むスリリングな展開をお楽しみください。次にご紹介するのは4月25日から配信予定のNetflix独占配信弱いヒーロークラス2008話です。この作品本当に待っていました。弱いヒーロークラス1がとても秀作だったので期待も高まっています。主演は前回に引き続き元ワナワンのパク・ジフンが演じます。子役の頃からミュージカルやドラマで活躍していただけにその演技力には定評があります。弱いヒーロークラスには友人を守れなかったトラウマを抱える優等生が二度と友人を失わないために再び校内暴力に立ち向かう学園アクションドラマ。ヨン・シウンは勉強以外は無関心だったがクラスの不良たちに絡まれることで次第に友人との友情を育み、友人を守るため暴力に立ち向かったものの結局守ることができなかった。このトラウマを抱えるシウンはウンジャン高校に転校するも、この高校でも校内暴力が横行していた。二度と友人を失わないためにシウンはより大きな校内暴力に立ち向かっていく。キャストはヨン・シウン役パク・ジフン。トラウマを抱えてウンジャン高校に転校してきた模範生。これ以上友達を失わないためにもう一度大きな暴力に立ち向かうことになる。出演作「王と私」、「イルジメ」、「コッパ団」、「遠くから見ると青い春」。パク・クミン役リョウン。パックと呼ばれるウンジャン高校の正義感あふれるリーダー。特有の親しみやすさでヨン・シウンに近づき、大切な仲間たちを守るため共に暴力に立ち向かう。出演作「愛の温度」、「18アゲイン」、「悪の心を読む者たち」、「もうすぐ死にます」。ソ・ジュンテ役チミニョン。一発逆転の切り札を持つウンジャン高校のファンシトルパシリ。堂々と暴力に立ち向かうヨン・シウンの姿を見て初めて戦う勇気を持つようになる。出演作「ダブリュー力の強い女とボンスン」、「シカゴタイプライター」。コ・ヒョンタク役イ・ミンジェ。テコンドー選手出身でパク・フミンの義理堅い親友にして頼もしい行動派。コタクというあだ名でも呼ばれている。出演作「ゴールデンスプーン」、「チアアップ」、「車輪」、「イルタスキャンダル」。ナベクジン役ペナラ。ミュージカル俳優。端正な佇まいとポーカーフェイス、そして卓越した知力で自分の邪魔になるものは全て排除するイルジン連合不良グループの頂点。出演作 EP2 クム・ソンジ役イ・ジュニョン。本心の読めないマイペースな人物。ナベク人と最も親しく見える男で連合に所属する各学校のイルジン不良たちを管理している。出演作コンビニのセッピョル、マスクガール、恋するムービー、お疲れ様。チェ・ヒョマン役ユスビン。イルジン連合への所属を望む
宇年高校の情報通。典型的な強いものには弱く、弱いものには強いタイプのキャラクター。出演作、刑務所のルールブック、ライブ、スタートアップ夢の扉、人間失格。スケールアップした弱いヒーロークラスにどうぞご期待ください。最後にご紹介するのは、イギリス BBC が作成した2018年のボディーガード守るべきもの全6話です。この作品は2018年8月26日から BBC1 で放送され、2008年以来 BBC では最も高い視聴率を記録したドラマで、イギリスで大絶賛された非常に面白い作品です。あらすじは、別居中の妻子との関係と PTSD に悩む警察官のバッドは偶然乗り合わせた列車でイスラム教徒による自爆テロを防ぐ。ここでの緊迫した20分にも及ぶやり取りは、息を飲み、ぐっと物語に視聴者を引き込んでいきます。この功績でバッドは野心的な女性内務大臣モンタギューの警護に就く。モンタギューはテロ対策のために国民のプライバシーを一部侵害する法案を推進し、暗殺の危機に遭遇する。バッドはモンタギューの政治姿勢に反発しながらも彼女を守り、やがて男女の関係となる。モンタギューは首相のスキャンダルを握って脅し、後釜を狙うが爆弾で暗殺される。MI5 は首相のスキャンダル情報を取り戻そうとし、警察内の対テロ組織は暗殺事件を捜査し、バッドはモンタギューが MI5 により暗殺されたことを疑う。やがてバッドは犯人に仕立て上げられて命の危険にさらされるが、彼の妻に救われることになる。やがて暗殺犯はテロリストではなくモンタギューの法案で危険にさらされる犯罪組織であることが分かり、警察内の内通者が協力してバッドをはめていたことがわかる。バッドの疑惑は晴れて事件は解決し、スキャンダルが漏れて首相は辞任を迫られる。バッドは PTSD と家族に向き合っていく。背筋が凍りつくような迫力とリアリティを兼ね備えたドラマで、毎回の衝撃シーンの描き方も平和で静かな場面が突如として地獄に変わるという急展開を見せ、かなりヒリヒリします。内相を警護するボディーガード、元軍人でアフガニスタンなどで戦った経験から PTSD に悩まされているデイビッド・バッドを演じるのはリチャード・マッテン。武骨なのにどこか上品で知性も感じさせ、マッチョで頼もしいのに子供っぽい側面もある魅力的なキャラクターを演じています。本作品で第76回ゴールデングローブ賞ドラマシリーズ部門の主演男優賞を獲得し、またこの成功により2019年タイム誌による世界で最も影響力のある100人のアーティスト部門に選出されました。まだご覧になっていない方は見て損のない作品です。いかがだったでしょうか。ゴールデンウィークに見逃せない3作品をご紹介しました。気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価もお願いします。励みになります。